例えば日本語ではないとダメというルールを自分でつけたり、全部日本語で。そうそう、日本語ではないと、例えば映画館に誘われても、すみません、ちょっと日本語ではないのでダメっていう。もうHello everyone, it's Ayu from Japanese with Ayu. 皆さんこんにちは。こんにちは。Ayu です。And we have a special guest today. ダビデさんです。はじめまして、ダビデと申します。今日は今イタリアに着いたばっかりで、初めにすることがビデオ撮影ということでまだ何にも観光も何にもしてないんですけど、今日はダビデさんに私がちょっとインタビューをしていこうということで撮影をしております。今日はよろしくお願いします。お願いします。準備はいいですか？はい。最初に私のオーディエンスはほとんど日本語の学習者なんですけど、ちょっとダビデさんのこと皆さん知らないので簡単に自己紹介をお願いしていいですか？はい、日本語のことは後で聞くので、それ以外でちょっと、はい、皆さんはじめまして、ダビデと申します。ローマ人なんですけれども、27歳です。OK、はい、聞きたかったそれ。そうそうそう。結構まだまだ若いんですけれども、おじさんが始まったんですけれども、それでもはい。独学で日本語を勉強したんですけれども、大学で歴史を、世界史を勉強したんです。イタリア語で？はい。そうイタリア語で。で、3年前も、大学を卒業して、今は、陽光アドバイザーとして活動しています。という、わかりました。じゃあ早速、はい、行きましょうか。はい、わかる、見ての通り、もうダビデさんは日本語ペラペラなので、私も最初にチャンネル見つけて、すごいと思って、ありがとうございます。それを聞きたかったんですよ。で、こんなに日本語ペラペラっていうことはもしかしてハーフなんじゃないかなと思ったんですけど。いえ、全くご縁がないですね。違うんですか？完全にイタリア人なんです。お父さんもお母さんもイタリア語だけ？みんなイタリア人なんです。ちなみに他に言語は話せるんですか？私ちょっとダメですね、最近は。そう、なんか私のイタリア語でも話せなくなってしまいましてという微妙な、高校の時はもちろん英語の授業を学校で受けたんですけれども、で海外ドラマを見たり、普通に話せるようになったんですけれども、日本語を勉強し始まってからちょっと日本語一筋になってしまって、今は無理ですよ。もう本当に話せないです。ファーストラングエッジはちょっとたまにね、日本語の方が楽だと思いますけど、なんかサクサクとかそういうのね、食レポをやってる時になんか美味しかったとかそういうね聞かれる時に言葉で表せないんですけれども、自分のねイタリア語で。じゃあ日本語の方が時々便利っていうことですか？めちゃくちゃ便利だと思いますけど、そう、この間も地下鉄の中でスーツケースで待ってた外国人いたんですけれども、もちろん日本人ではなくね、普通のなんかヨーロッパ系のね、助けようとしたら気をつけてと言ったんです。Be careful ねではなく、日本語で気をつけてと言ったんですよ。なんかペロッと出てしまったんで、そうなんかすごく変な目で見られて、やっちゃったなと思って、しょっちゅうあります。じゃあもう日本人ですね。でも困りますよ、イタリアに住んでますから。なるほど。じゃあなんでそんなに日本語を話せるようになったんですか？そうですね、それはちょっと聞かれても頭が真っ白になってしまいますけど、勉強をしたんですけれども、でも教科書以外で普通に勉強してたわけではないですから、そう、例えば字幕なしでドラマを見たり、ドラマね、そうできるだけイタリアにいながら自分だけの日本の作るように、ちょっと頑張ってたんですけど、なんか例えば日本語ではないとダメというルールを自分でつけたり、全部日本語で。そう日本語ではないと、例えば映画館に誘われても、すみません、ちょっと日本語ではないのでダメっていう。もう本当に。それはいつから始めたんですか？7年前ぐらい。7年。そう今は普通に落ち着いてるので、なんか例えば誘われても行けるんだけど、でも前は本当にね、もうダメなんで。そうでも初めは文法とかもちろん勉強したんですか？ちょっと申し訳ないんですけれども、ちょっとだけなんかもうなんかつまらないなと思って。何、じゃあドラマとかがほとんどなんですか？そうドラマと私の立場がなくなる。すみません。は
本読んだり、YouTube にも役に立つ日本語の講座がありますけれども、日本語の森というチャンネルもすごく役に立ったんですけれども、あれはね、もう前の話なんですけど、あれはね、でもちょっと本だけでは足りないなと思って、できるだけ自然な日本語を身につけるための勉強法と、なるほどなるほど。その割に、大変地味な大学生活を送ってしまいましたがじゃあ常にイタリアにいながら日本語環境になるように、なんか聞き流しもすごく役に立ったんで、なんかドラマを見終わったと普通になんか音声を取り出して、で自分の携帯に入れて、で一日中ずっと聞き流してた、なんか他のことやりながらね。なるほど。いつもイヤホンをつけながら。すごい。じゃあ聞いてて意味がわからないことも最初はたくさんあった。たくさんあったんですけれども、もちろんドラマを見ても、例えばドラマによって言語が違いますよね。なんか言語のレベル、例えば学編ドラマのは普通にね簡単なんですけれども、でも刑事ドラマとかそういうのがねステップアップになりますから、ちょっと全然違いますね。なのでちょっと最初は普通に学編ドラマを見て、これはもう日本語ができるよとね自分でちょっと納得したんですけれども、で刑事ドラマを見始めたら、全く理解できない。もう全然違うと思って。じゃあ分かんない単語があったらすぐにメモメモに取って、で例文を探して、で暗記というソフトを使ったんですけど、暗記ね、ご存知ですか？それはすごく役に立つソフトなんで、なるほど、使ったんですけど、わかりました。じゃあもう一つ気になることがあって、JLPT を取ったことがあるんですか？もう1級なの？取得しましたが、実は初めてはもちろん2級から始まったんですけれども、なんか5級とか4級とかあれはちょっと意味ないなと思ってて、なんか仕事をするためには2級から必要なので、とりあえず日本語を勉強してから3年後ぐらいだったんですけれども、確かにね3年後に2級に挑戦して、日本にまだ行ったことがなかったんですけれども、行ったことがなくて、でも本当にこの勉強法が通じるかどうかというねテストみたいなものだったんですけれども、一発で合格して、でその後は初めて日本に行ったんですけど、で帰ってからよく2年前だったんですよね。2年前1級に挑戦して、であれも終わりなんですけど、日本に行ったのは旅行ですか？大学の卒業論文を書くために、資料を積むためにね、どれぐらいいたの？ 2ヶ月間ぐらいだったんですけれども、 2ヶ月。日本に滞在したのは2ヶ月だけ？そうですね。その後は仕事で行ったんですけれども、大体1週間ぐらいかな。日本は合わせて3回ぐらいですよね。すごいですね。かなり少ないんですけど。すごい。じゃあ私のその生徒さんも、たくさんまだ日本に行ったことがないけど、日本語を勉強してる人もたくさんいるんですよ。でもやっぱりみんな日本にどうしても行かないとうまくならないよねとか、それはもちろんスピードアップになりますけどね。もちろんなんかソフトがね、なんかいつも日本語に囲まれているので、それはもちろんいいんですけれども、でもイタリアにいながら、アメリカにいながら自分だけの日本語を作ることができますから、もちろん他には犠牲しなければいけないことがありますけど、例えばなんか友達とのね飲み会とかそういうのね、彼女を作ることもね、ちょっともう日本語だけで頑張ってきた。日本語だけ本当にね、日本の夢を見ながらというのね。じゃあ気になるのは、まず日本語を勉強したいなとか、日本いいなって思ったきっかけはあるんですか？子供の頃にテレビに放送されたアニメとか好きだったんですけれども、でもあれは普通の趣味のレベルだったんですよね、前は。しかし大学1年生の時に、夏休みだったんですけど、彼女と別れてて、イタリア人の彼女、普通に彼女と別れてて、で今の時間がちょっとどうやったんか有効的なね時間の使い方があるのではないかなと。一日中ゲームをしてもいいんですけど、もうちょっともう20歳なんだから、もうちょっとね真面目にしないとダメなんで、でパッとなんか考えて悩んだ末に日本語のことが思い浮かんで、そうだね、今振り返ってみたら誰かに導きられたんじゃないかなと。
ちょっと思いますけど、かたまたまでしたね。まあじゃあ日本語とか日本に向けた愛が感じられますね。そうですね。確かに私も今よく聞かれるんですけれども、なんかどうして日本が好きなのとや、それはちょっと答えられないですね。ちなみに漢字はどうですか？漢字は暗記のおかげで普通に勉強じゃあしたので。暗記はいいんだ。暗記は本当にいいですね。暗記というソフト。ありますあります。暗記メモライゼーションじゃなくてアップね。というソフトでなんかデッキがあるので、そうそうそうで一日中それを使って、そうそう本当にあれはおすすめです。オッケーオッケー。そう今でも使っているので、あ、そうなんだ。そうですね。はい。なんかね。インスタグラムとかちょっと見させてもらってるんですけど、結構ダビデさんが使ってる言葉で、私も使わないような言葉とかあるから確かによく言われます。すごいとか思って読書が趣味なんで、私より日本語上手かもしれない。いやそれは日本語の先生はちょっと困りますよ。私生徒さんに教えてて、結構自分もベーシック教えてることが多いんで、なんか難しい言葉はあんまり使うことがね少ないかもしれない。確かに。そう。じゃあそんなダビデさんが一番日本語で難しいなと思ったことはありますか？やはり独学で勉強したので、会話。あ、そっか。周りに友達がいなかったので、初めて日本語を使ったのは初めて日本に行った時。日本語の JLPT に合格しても、例えばなんか会話の練習とかそういうのがやらなくてもそうないし、作文もないので、作文は普通にできたんですけれども、でも会話はどうしてもできなかったので、なので初めて日本に行った時は普通になんか聞き取りとか読むことができたのに、話すことはなんか思うようにできなくて、なんか全部頭の中にぐちゃぐちゃだったんで、そうなんかこれだねと思ってもなんかね、単語のねそういうのを思い浮かばなくて困ってたんですね最初。でもね満足できるようなレベルではなかったので、なんか日本から帰ってじゃあなんか基礎からやり直しという感じに気合いを入れて、そこをどう克服したんですか？今YouTube のおかげでいろんな方とほぼ毎日出会ってるんで、そうだからダビデさん今その日本人イタリアに来る日本人の方をこう案内したりとかをしてる。これも2年前から始まったことなんですけども、イタリアはちょっと今経済的に厳しい状況なので、大学を卒業しても就職できないから、じゃあなんか一応私は大学を卒業してからすぐに日本に就職したかったんですけれども、ビザがないと就活ができないので、どうしたらいいのかなとね、なんかいくら待っても天から助けが来ないので、とりあえず動画を撮ろうというのを思って。なるほど。そっか。じゃあ今も目標としては日本で働きたいとかあるんですか？最終目的は確かに日本に住んでみたいなと思います。でも完璧じゃないですか。今でもビザがないからそれはちょっと困りますね。でもイタリアってワーキングホリデーないんですよ。ないですね。そうあれも結構、しかもなんか英語ならまだいいんですけれども、イタリア語はあまり必要とされてないので。でもそれこそ日本語ペラペラだから、何ですか、日本語通訳とか。確かにそれはそうですね。今はもうおかげさまでイタリアでもっと頑張りたいと思っているので、ちょっと日本語のおかげで人生が一変したと言っても過言ではないので、もともとはなんか目標とかそういうのがね、人生の目標がなかったのでたまたま生きてたんですけれども、日本語のおかげでちゃんとしたなんか自分だけのルールをつけたり、そういうような生き様をちょっとそういうのまだまだ未熟なんで。でもね、日本語のおかげで、ちょっと私も成長したような気がしますので、じゃあ最後に、なるんですけど、今私の生徒さんとか YouTube 見てくれてる日本語勉強している人、多分もうお手本だと思うんですけど、ありがとうございます。アドバイスとか何かありますか？あります。一番大事なアドバイスは、信じるということです。おー、かっこいい。なんかたまにね、友達とかそういうね知り合いよく言われるんですけれども、でも日本語勉強してももうね三日坊主で終わるんじゃないかとね言われると思いますけどね、みんな。しかし自分だけの道をね作っているので、なので信じるしかない、そういうことです。なんかいくらかかっても
大丈夫ですよ。それは大事ですよ。モチベーションをねやっぱ保つのがみんな難しいんですよ。日本で働いてる人は、もう日本語言わなきゃいけないところに毎日いるから、ちょっと伸びがやっぱいいんですけど、他の国に住んでいる人は、とか趣味とかは、やっぱりどうしても途中であれ僕なんで日本語勉強してたんだっけみたいな、あれそんなにやる必要あったっけみたいな感じで、でも上手くなりたいのにやっぱモチベーションのアップダウンが激しいっていうのはすごい気にしてる。そうですよね、確かに。モチベーションは、ちょっと自慢話になりますけれどもなんてちょっと申し訳ないんですけれども、でも確かにモチベーションなんかそういう問題にあったことがないんですけれども、でもよくありますよね、そういうの。なんか大学のね、大学で普通に日本語を勉強しているイタリア人はよく途中で挫折してしまうんですけど、それはどうしてかというと、もっと落ち着いて、自分だけの、日本のイメージを作ってみてはいかがでしょうか。それは多分大事だと思いますけど、なんか他人から見たら普通になんか日本語とかそういうのね、いろいろな偏見がありますけれども、でも自分だけの日本のに集中して、で日本語を勉強している理由は何ですかというのね、落ち着いて考えて、落ち着きましょう。それは一番大事だと思いますけど。と信じる。と信じることですよ、確かに。いくらかかっても大丈夫ですので、自分だけの時間をねかかっても別にね、自分だけの挑戦道になりますから。だって7年ですよね。そう結構7年長いよね。結構長いんですけれども、今ちょっと振り返ってみても一瞬ですよね。本当すごい。だって日本人と話してる速度ともう何も考えてないもん。だってダビデさんに遠慮してないもん。だってもう、ね、言葉も何もかも。ありがとうございました。こちらこそ今日はね、機会で。さっき言った通り、私のオーディエンスは日本語学習者が多いんですけど、多分ダビデさんのビデオを見たら日本語も勉強できると思うんです。ずっと日本語喋ってるし、もう日本人だしもう日本語しか使わないので。私なんかやっぱり今回イタリアに来てイタリア語を勉強したんですけど、やっぱすっごい不安なんですよ。もう英語すでに使っちゃってるしね、もうイタリア語一回も喋ってないし、もうイタリア語は本当にマジで難しいなんで。だから私もぜひ日本人の方にも紹介したいなって思います。こちらに来られた方はぜひダビデさんが案内をしてくれるということなのでいやでも安心ですよ、すごい。ありがとうございます。日本語話せる人、日本語とイタリア語話せて、ローマ出身なんですよ、なので、いや、ありがとうございます。今日はいろんな褒め言葉をいただき、YouTube のチャンネルもさせていただきます。よろしくお願いいたします。ということで、今日はダビデさんにインタビューということで、ちょっとでも皆さんの役に立ったらいいなと思います。もし今日の動画がいいなと思ったらよかったらいいねをお願いします。Thank you for watching, guys. I'll see you in my next video. Bye. またね。